皆さんこんにちは。今回は試験対策にもバッチリ役立つ VPN の基本をギュッと凝縮してお届けします。インターネットの安全を守るこの技術、その核心部分を一緒に覗いてみましょう。はい、今回はこの6つのステップで進めていきます。まずは身近なリスクから始まって、VPN ってそもそも何なのか、それを支える技術、そして実際にどう使われているのかまで順番に見ていきましょう。では最初のセクションです。そもそもなんで VPN なんてものが必要だと思いますか？その答えは実は僕たちのすごく身近な場所にあるんです。出先にあるとついつい使っちゃいますよね、無料の Wi-Fi。すっごく便利です。でもその接続、本当に安全だって言い切れますか？実はですね、そこには目に見えない脅威が潜んでいるかもしれないんですよ。このスライドがその違いをもう見事に表してくれてます。通常の接続って例えるならハガキで手紙を送るようなもんなんですよ。誰でも中身を読めちゃう。それに対して VPN 接続は中身が絶対に見えない頑丈な箱にさらに鍵までかけて送るイメージ。これこそが VPN がくれる安心感の正体なんです。じゃあその安全な通信を実現する VPN って一体どんな仕組みなんでしょうか？その核心に迫るすごくわかりやすい例えがあるんです。ここで一番大事なキーワード、覚えてくださいね。仮想的なトンネルです。みんなが使っている坑道、つまりインターネットの中に自分しか通れない専用の地下トンネルを掘る、そんなイメージです。このトンネルを通っている限り、外から誰かに通信を覗かれる心配はまあないわけです。そしてこのすごいトンネルは、ここに書いてある2つのとっても重要な柱で支えられています。それがトンネリングと暗号化。まず専用の道を作って、そこを通るデータにがっちり鍵をかける。この2つがセットになることで、初めて VPN の安全性が実現するんですね。それではこの2つの大事な技術についてもうちょっとだけ深く見ていきましょうか。ここは試験でも問われる可能性が高い技術的な革新部分ですよ。トンネリングはこの3ステップです。まずあなたのスマホとか PC がトンネル使いたいですって VPN サーバーにお願いする。で、認証されたらあなた専用のトンネルが作られて、そこをデータが通っていく。すごくシンプルに見えますけど、これがめちゃくちゃ強力なんです。いや、このスライドのカプセル化っていう技術、これ本当に面白いですよ。これがね、いわばトンネルの正体なんです。送りたいデータ、つまり手紙を宛先も中身も全くわからない別の封筒にすっぽり入れてしまうんです。これによって途中で誰かに見られても、それが一体どこに向かう何の情報なのかさっぱりわからなくなるわけです。そしてもう一本の柱が暗号化。カプセル化で外側を隠した上で、さらに中のデータ自体を意味不明な文字の羅列に変換しちゃうんです。正しい鍵を持ってる相手、つまり VPN サーバーとあなたのデバイスだけがこの暗号を解読できる。まさに二重のセキュリティ。すごいですよね。さて、技術的な仕組みが分かったところで、じゃあこれが僕たちの実生活とかビジネスでどう役立っているのか、具体的に見ていきましょう。公衆 Wi-Fi にはここに書いてあるようなかなり具体的な脅威が潜んでいます。通信をこっそり盗み見られたり、データを勝手に書き換えられたり、さらには偽のログインページに誘導されちゃう中間者攻撃なんていう怖いものまでいろいろあるんです。そして VPN は今言った全ての脅威に対してものすごく有効な盾になってくれるんです。トンネリングと暗号化の力であなたの通信は完全に守られる。だから安心してインターネットが使えるようになるってわけですね。ビジネスの世界では VPN はもはやなくてはならない存在です。例えば家から会社のネットワークに安全につなぐリモートアクセスとか、東京本社と大阪支社みたいに離れた場所を一つの安全なネットワークとして結ぶためにも使われています。これって VPN がいかに信頼性の高い技術かっていう証明でもありますよね。じゃあもう少し視野を広げてみましょうか。VPN の仕組みから来るデメリットとか、よく似ている他の技術との違いについてもここですっきり整理しておきましょう。これも試験では大事なポイントになりますよ。完璧に見える VPN ですけど、仕組み上のトレードオフもあるんです。それが通信速度がちょっと落ちちゃうこと。データを暗号化したり、一度 VPN サーバーを通ったり、そういう手間がかかる分、普通の接続より少し遅くなることがあるんですね。だから安全性と速度のバランスっていうのが重要になってきます。この表めちゃくちゃ重要です。VPN、プロキシ、リモートデスクトップ、この3つってよくごっちゃにされがちなんですけど、目的が全然違うんですよ。
VPN が通信の経路全部を守るのに対して、プロキシーはブラウザとかアプリ単位で中継する技術。で、リモートデスクトップはもう PC の遠隔操作そのものが目的です。この目的と仕組みの違い、しっかり頭に入れておきましょう。さあ、いよいよ最後です。ネットワークの専門家っていう視点から、VPN がなぜこれほどまでに重要なのかを解説して、この説明を締めくくりたいと思います。ちょっと専門的な話になりますけど、VPN は通信の土台であるネットワーク層っていうかなり低い階層で動きます。で、ここが大事なポイントなんですけど、土台で動くからこそ、その上で動くウェブ閲覧とかメールとか、僕たちが使うアプリの通信を全部丸ごと保護できるんです。だからこそ根本的で強力なセキュリティ技術だって言えるわけです。結論を言うと VPN はもはや何か特別なものじゃなくて、現代のネットワーク社会における信頼の基盤そのものなんです。プライバシーを守って安全な通信を確保するためのもう基本的なインフラになりつつあるということですね。さて、今日の解説はここまでです。最後にこの問いをちょっと考えてみてください。あなたのデジタルな世界にはちゃんとしっかり鍵はかかっていますか？この話がその鍵の大切さをもう一度考えるきっかけになったら嬉しいです。ありがとうございました。